韓国ソウル地下鉄アナン駅。着いた派手さはないけどちょうどいい空気感を醸し出す街。さて今日行くところはこっち。今日のお店は地元でも人気のローカル店。寒いから腹減るわって思いながらアナンの街をホチュワサビが今日も行く。3番出口を出てきたらすぐ左に曲がる。アナンは言わずもがなの学生街。駅前にはコレオ大学の附属病院も見える。飲食店が並ぶ道に入ってくると、これはどういうこと？こでサムソン3トンチキン。教育お店とほぼ双子みたいな名前やねんけど、鳥が多本、生ビールも持ってる。いやその気持ちはわかんねんけど、ここではないねんけど、まあこれを見て一気に食欲が湧いてきた。今日のお店は駅からひたすらまっすぐって、ソウル三大チキンオヌルトンだ。また耳の横で鳥が鳴いてる。今日のお店行く途中、養鶏場突っ切らんとあかんわけね。ただ学生街は歩いてるだけでもいろいろあって楽しい。境内クレーンゲーム学科。俺もそこに入るわ。猫ゲット。いや違う、これコロ大学のジャンパー着てるしトラやな。トラも猫かやしあながち間違ってはないもんね。また鳥ありすぎひん？駅から続く飲食店のずらーっと並ぶ学生街をまっすぐ歩いてきたら、もう今日行くお店が見えてきた。目の前の養鶏場に鳥年の俺も引き取られていく。着いた。早くもう腰たはー、여기チキン냄새 장난 아니잖아。今日のお店はサムソントンダ。看板の色合いが歴史を感じる。それもそのはず、1981年から続くお店。俺とチング、やっぱり俺はここに引き取られてたわけね。っていうか30年じゃなくてもう40年よ。そんな長い間大学生の腹を満たしてきたってことか。俺もお願いします。入店です。こちらのメニュー、上から一番ベーシックなチョンギクイトンダ、そして定番フライドチキンやヤンニョムチキン、マヌルチキンなどが置いてある。各種パンバンメニューも揃ってる。あとは骨なしのスンサルチキンも味付けごとに選べる。手元にもメニューを持ってきていただいたが、やっぱり今日はパンバンメニューを頼んでいきたい。あとやっぱり今日のお供はこいつやな。身分証確認されるんか。外見で判断するのは難しいって書かれてる。そやろそやろ。じゃあそろそろ注文しようか。마늘치킨이랑 양념치킨 반반으로 예, 주시고요. 마늘하고 양념 예. 따로 드리면 되죠? 네, 맞습니다. 네, 그리고 500 하나만 주세요. 500 한 잔. 네. 네. 감사합니다. 네. 年齢確認されへんかった。店内はレトロな喫茶店のような雰囲気。やん、こういうの好きよ。そんな時運ばれてきた基本のおかずはキャベツのサラダ、それとチキンム。伝票にはマヤン。なんか東南アジアの都市みたい。ほんで来た、重力に反抗して立ち上る気泡たち。もう我慢できひんやん。やっぱりチキンにはメッチュでしょ。キンキンに冷えてる生ビールをぐいっと入れていく。本日1杯目。喉に直接刺激を与える。長めにグビグビグビ。うわマジでキンキン。外も寒いのに冷たいビール飲んで頭痛なってもうた。でも右手も反抗期。もう一度傾いてしまう。いてぞらえ釣り上げられし鳥の夢。ありがとうございます。麦汁でようやく落ち着いた。そろそろ食べる準備をしていこう。フォークといってもチキン屋さんなので、まずはキャベツの上にかかったケチャップとマヨネーズを混ぜていく。これがいわゆるオーロラソース。オーロラってこんな色なんかは正直疑問やけど、これだけでうまそうやんけ。ザクザクザクとフォークが本来の仕事をしていく。すぐさまパクリ。
なんとも言えないこの素朴なシンプルさがどんなドレッシングよりも一番うまかったりする。雰囲気にやられる男。おかわりのザクザク全然刺さってない。労力と結果が釣り合わんけど一口入れるとそんなことも忘れてしまう。実際のオーロラはこのジョッキの中に見えてるからね。グビグビ。あ、向こうの方にはチョンギクイトンダクが見える。さっきぐるぐる回ってたんよ。あ、そう。口寂しくなった俺はチキンムをザクザク。それもポリッと口に入れる。大根のシャキッとさがこうした時運ばれてきた。そうそう、ここのチキンはこうやってくるんよ。この匂いも重力に反抗中。まずはこのチキンを取っていこうと思ってんけど、ソースをペロ。やっぱりチキンはフォークよりもマイハンドの方が食べやすいわな。仕切り直して再びマヌルチキンを一切れ持ち上げていく。持ち上げてわからん、熱い。さっきまで鉄板の上はグツグツいってたしね。そりゃ熱いわ。でもそんな熱々のチキンを一口。ニンニクの香りに巻かれ講義をサボって旅に出る。探さないでください。昔ながらのチキンで外はカリッとしてるけどニンニクのソースでええ感じのしなやかさ。だぜ。ニンニクは結構な量入ってるけど辛さやツンとした刺激はほとんどなく、甘みが効いていて食べた後には口の中にニンニクの香ばしさがしっかり残る。何より鉄板で運ばれてくるからこの熱々さが特別感として満足させてくれる。でもこのソースで手がベタベタになってしまった。しっかり拭いて、これ完全に麦汁を求めてしまう味。ぐいっといっぱい。ガマちゃんと違って一杯では終われない。ごくり。残った骨もチュパチュパ。ぽい。次はヤンニョムチキンに手が伸びる。こっちは鉄板ではないから熱ってなることはないけど揚げたてやからちょうどいい温かさ。これは躊躇なくガブリ。まず感じたのは手作り感。これは好みが分かれるところではあるがケチャップ感が強くコチュジャンの辛みもしっかり感じる。甘みと辛みの中で挟まれてしまう。中のお肉はホロホロとしててチキンを食べてる感は半端ない。ではヤクザ映画の撮影中ちゃうわ、サイコパス映画やった。おとむ、ここでお口にフレッシュさを。チキンム3つ取りでさっぱりさせてもすぐに求めてしまうヤンニョムの魅力。ヤンニョムで衣がしっとりしてても弾力のある鶏肉。やっぱり欲張りさんはパンバン。他のティッシュにつかないように慎重に1枚。これさっきのマヌルもそうやったけど手で食べるとこの店にあるティッシュ全部使ってしまうことになる。お店に弁償せなあかん。なので次からは人類の英知の結晶フォークを使って引き上げる。やっぱりここはマヌルソースのこの照りがたまらんのよね。ガブリとかぶりついていく。衣のもちジュワー。この感覚を味わいたくて食べてるようなもんやからね。骨はポイ。鉄板で出てきてるからある程度時間が経っても冷めにくく熱々。爆発しても救世主がここにはある。熱さもこいつで流し込む。ちょこっと首。そしてまた熱々チキンにかぶりつく。結局俺は人類の英知の結晶フォークを葬り去ってしまう。指先から伝わってくる熱さ。考えてみれば少し時間経ってもこんなに熱々のチキンを頬張ることってそんなにないやん。ちょっと甘くなってきた口にはキャベツ。やっぱり労力と結果が釣り合わん。道具は使う人間を選ぶらしい。口全体がオーロラになったら鶏肉はオーロラ観光に出かける。引き裂くとお肉がプリッパクリ。次はヤンニョム。これがパンバンの真骨頂。このお店に限ったことではなく全てのチキン屋さんに通じることやけど、以前に比べて値段は上がったけど鶏は小さくなっていく。なんか寂しいな。でもだからといって俺はクリスピー全開のチキンよりもこういうチキンが大好き。最初フォーク使ってたのに結局手でいってまう。やっぱりこれや。スンサリやったら食べやすいけど骨付きが正義やからこっちがうまいねんから骨抜きにされてまうん
んやから。綺麗に骨だけ抜けたわ。周りのお肉も無駄にはしません。鳥年やから。ってことはこの店も鳥年やな。社長狙ってた？あら、もうこんだけしかない。チキン数切れで生ビールは飲み干してしまった。これで終われるはずはないよね。 500하나랑요 골뱅이 하나 주세요. もうこのビジュアル最高やん。手が動き出す。もっと近くで見たいという気持ちでジョッキとキスする距離まで近づき出す。もうこれはしてる可能性大。ビールはこういう一杯目が一番うまいから、再びキンキンに冷えたジョッキを傾ける。この一杯のために生きてるよね。ちょっと待ってる間、このソースだけ口に入れてみよう。このお店の不動のシグニチャーがこのメニューやからね。この粘り気と甘さとニンニクの香ばしさが俺にチキンを取らせる原動力になっている。ここはしっかりとフォークで分け分けしていく。撮影はしてへんけど、ここまで何回か手だけ洗いに行ってるからね。超真剣。そりゃ真剣にもなる。こいつを食べた時の喜びを知ってるからや。ヒギチキンム二つ取り、すぐさまポリ、再び鶏肉、プラプラしてやっと入ってくれた。そんなニンニクを感じる前に向こうの方から運ばれてきたやん。これはまたビール進んでまうで。皿見ただけで飲んでもうてるわ。社長さんが贈呈してくれたお箸、バットシャキーン。まずは中に入っているコルベイン。一つじゃノーのもう一つ。一緒に掴むが逃げられる。ヒギ滑り止め。完璧。成功するとは思わんかったわ。まずはコルベインだけをプニッと一口。いい歯ごたえ。噛んでるうちに頭がはっきりしてくる感じ。顎が記憶していくコリコリさ。じゃあこっからそうめんを混ぜていくんやけど、その席を開けてあげる。そこにたっぷりと添えられたそうめんを座らせる。王様の席。ここから俺の本気度を見せつける時間。しっかりと混ぜていく。大きく混ぜていく。心の声が漏れてしまう。白かったそうめんが食欲そそる色になっていく。野菜もゴロゴロたっぷり入ってる。これも社長さんが持ってきてくださった。親切な方。俺の白いシャツは赤くなっても食欲そそらんからしっかりガード。混ぜてる間にすごく気になったのがこの野菜たち。特にキュウリ。すぐパクリ。こういう野菜って大きめに切られてると食べたくなる。野菜と夢は大きめがいい。学生街で持論を語った後、そうめんを引き上げる。ここにはやっぱりあの子も必要。コルベイン。ヒギは1日1回しか使われへんから1粒ずつ。コルベインアタック。そうめんを皿から持ち上げすすっていく。酸味、甘み、辛み、それを全て受け止めるツルツルとした喉越しのそうめん。コルベインの食感も加わると全体のバランスがちょうどいいことに気がつく。こりゃ進む。チメ、そしてメッコル。メッコールみたいになってもんだな。造語まで飛び出してしまう。再びそうめんをずずっとすすってるといいことを思いつく。これを食べてると思い出すあいつの香り。なんか物足りんと思ってた。コルベインは好きやけど、そう最後になってしまったこいつ。これをどうするかというと、フォークを使ってお肉だけをほぐしていきたい。さっきのそうめん食べてるとこいつと絶対に合う気がしたんよ。いつものつまみ食いは許すとして手は一生懸命動いていく。細かなお肉も、骨についたお肉は直接摂取。そしてそうめんをふんだんに乗せていく。当然のコルベイン。そして野菜たちも後を追う。人参もウェルカム。すべての具材が揃ったら軽く混ぜ混ぜ。チキンの脂気とそうめんのさっぱりさが同時に飛び立つ瞬間。それぞれ一品メニューやのに気づけばグラデーションになって、僕たち最初から一緒でしたけどみたいな顔で一つの味になる。なんちゅうやつらや。とどめのコルベイン。あんだけざわざわ騒いでた味たちが一気に黙る瞬間。
そして再び始まる混沌としたループ。こうなってしまったら箸を動かす機械になる。そういやこれなんや。さっきもあってんけどかすかに甘い感じがしたんよ。なるほど、リンゴやった。俺サラダに入ってる果物って苦手やったりするんよ。お口直しにコルベイン、なんだかんだで結構ゴロゴロ入ってるからこれは嬉しい誤算でもあった。もうそろそろ終わりに近づいてきた。ここはやっぱりコルベインと一緒に。あれ嘘、コルベインは先に旅立った。追加で頼んだコルベインそうめん、味付けのバランスもよくボリュームも文句なしで完食していく。最後はヤンニョムチキン。鳥のように大きく羽ばたいていけと学生さんたちに呼びかけてるに違いない。あ、ごめん、鳥は配れへんわ。今の言葉取り消し。一度食べ始めたチキンは取り消しができず、残っている肉を探しながらかぶりついていく。さて、いやちょっとここで手拭かせて、ヤンニョムグラスになってまうから。しっかりと手についたヤンニョムも拭き取り、さてそろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。オールド感の漂うチキン屋さんでの本日最後の一杯、喉に直行。でもさすがに今日ビール2杯も飲んでもうたからお腹パンパンになってもうたわ。骨の間の間まですすりながらチキンも完食していく。Boys be ambitious like this old man。 お前は誰やねん。阿南駅から徒歩5分ほどにある1981年から続くチキン屋さん。老舗感漂う店内もいい感じ。やっぱりチキンにはビールがよく合うよね。ガマちゃんお休みやったけどそれはしゃあない。ここの名物、鉄板に乗っかったマヌルチキンは最高やった。いやー大満足や。帰る途中、今言うたとこやのにガマちゃんがおったわ。しかもワン、確かにでかいっていうかこの店閉業してる。今日俺が飲まへんかったからや。すまん。ガマちゃんロマンス。おい俺を追いかけてくんなや。まんざらでもない俺の今日の食物語はこれでおしまい。チャイモゴすんだ。